キャンドルの基礎知識。カービングについて、熱を持っている間にいろいろな形に変形できるろうの特性を使った技法をカービングと言います。ワックスの配合を工夫すると粘り気が出て、ねじったり重ねたり自由にできるようになります。ろうが固まる速さの感覚をつかみながら練習してみましょう。ではカービングについて今日はレッスンしていきたいと思います。熱を持った温かいうちに素早く形を変形させるためには、ワックスにある程度の粘り気がないとひび割れてしまったり、形が上手にできません。パラフィンワックスにマイクロワックスを配合して十分な粘り気が出るワックスを作ってからやりましょう。ではマイクロワックスをパラフィンワックスに混ぜていきたいと思います。カービングに一番適している配合は、実はマイクロワックスを 20% ぐらい入れるのが私はやりやすいと思います。よく 5% とか言ったりすることもあると思うんですが、基本的に 5% だとちょっと伸びが悪くて、やっぱり変形をさせにくいので、私は 20% 程度入れています。マイクロワックスを配合してカービングの粘り気を確かめてみたいと思います。それではワックスを溶かしていきます。ではカービングをするために一度シート状にしていきたいと思います。先ほどのワックスをバットに入れていきます。表面が固まってきたらトレーから出していきたいと思います。ポイントは押してちょっとへこむぐらいの柔らかさです。まだ全体的にはすごく熱い温かい状態です。トレーの端から指を入れて取り出していきます。柔らかくて変形しやすいので注意しながら取り出してください。破けてしまいます。こんな感じで取り出します。まだふにゃふにゃ曲がるくらい柔らかいです。これがマイクロワックスが 20% 入っていなかったり、パラフィンワックスだけだとこうやってやった時にひび割れて中が出てきてしまいます。今マイクロワックスが 20% 入っているので、手の上に乗せてもどんどん変形してくれます。このぐらいの柔らかさです。例えばこういう土台を、これはパラフィンワックスでホイップしたワックスを固めた土台なんですが、この上に乗せて重ねた時もこの形に沿って変形してくれます。これがマイクロワックスを 20% 入れた時の伸び具合です。これを入れていないとこうやってやった時にここが破れてきたりします。すごく綺麗に伸びてくれます。で、もう一つは試しにカッターで切ってねじってみたいと思います。例えばこの柔らかさだとこうやってねじって変形をしたりすることも可能です。こんな感じに自由に形が変えられます。リボンを作ったりすることもできます。こんな感じ。ちょっと白で作ってしまったから見えにくいかもしれない。こんな感じでこんな感じで伸びがいいので変形させながらいろいろな形にできます。このままねじって、例えばこう白鳥のような形にしていったりもできます。
マイクロワックスが 20% 入っていると本当に自由自在に形が作れるので、ぜひいろんな形を試してみてください。かなり柔らかいです。で、寒い時は特にひび割れしやすくなるので、夏場は15% くらいでも大丈夫なんですが、冬になってくると 25% とか入れて室内を暖かくして、なるべく指先も冷やさないように注意しながらやるとより作りやすいと思います。でもしこういうふうに成形して失敗しちゃった場合は、またお鍋に入れて溶かせばもう一回元に戻って練習できますので、何度もやり直して、また、手の温度や気温に合わせてマイクロワックスを少し増やしたり減らしたり調節しながら、自分でやりやすいカービングの配合を見つけてみてください。